こんにちは。今日は大きなバッグを作っていきます。長編みで編んでいくんですが、少しアレンジして、とても可愛い模様編みにしていきます。私は今回この糸で編んでいくんですが、綿 100% の糸を使ってもとても可愛いと思います。お好きな糸で編んでみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのマクラメヤンの細いもの。色はブライトベージュ。30g で38メートル。使用解売の目安は5号。これを今回7号で編んでいきます。この糸はしっかりとしていて、材質はポリプロピレン。太さはだいたい 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。それとマーカーととじ針。この糸は先端が少しほどけるので、最後にライターを使って溶かしてほどけないようにします。ライターも用意します。まず楕円形の底を作ります。鎖を編んで、その周りを細編みで何周か編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は鎖を40個編んでスタートします。サイズの変更をする場合や違う糸で編む場合には、20プラスマイナス4の倍数にします。例えば12、16、20、24、28。だいたいこれぐらいの鎖にしていきます。この糸で鎖40で編んだ場合、底の出来上がりは28センチの5センチぐらい。私はこれぐらいのバッグにしていきます。お好みの大きさにしてください。鎖編みをします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま作りたい長さまで鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは小さなサイズで作っていきます。まず1周目を編んでいきます。楕円形の底にしたいので、この鎖の両端に細編み3つ。これが端の鎖で、ここに細編み3つ。こっちの端にも3つ。これで1周すると楕円形になります。3つのうちのここからスタートします。2つ編んでぐるっと回って最後に1つ。これが1周目。で、まず細編み。鎖1つ。根元に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。針から1、2。これが1つ目。1つ目にマーカーをつけておきます。同じところにもう1つ。これで1つに2つ。この部分になっています。次からはまっすぐ1つに1つの細編み、隣に細編み1つ、次も細編み1つ、次もこの1つに1つの細編みでまっすぐ編んでいきます。で、端では細編み3つなので、ここまで編んでいきます。反対側まで来ました。これが最後の鎖。ここには細編み3つ。まず1つ目。同じところにもう1つ。この時に
この糸端を向こうに寄せておきます。長い針の下を通って2つ目、次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に持ってきます。で3つ目、これで端に細編み3つ。次からは1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。ここが3つ編んだところ、次に細編み1つ。この糸端は編みくるんでいきます。このままここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。この最初の細編み2つ、ここが入っているところが最初の鎖。ここに細編みを1つ、この部分を編みます。この端の鎖に細編みをもう1つ、ここにこれでこの端の鎖に細編み3つ、こっちも3つで楕円形になりました。で最初の細編み引き抜きます。これでつながりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。ここまでは細編みで、ここは細編みではないので、最初ちょっとマーカーをつけておくと分かりやすくなります。慣れたらなくても大丈夫です。次は2周目。2周目はこの細編みのそれぞれに細編み2つ、最後も2つ。まず1つ目、鎖1つ、根元の細編みに細編み2つ。まず1つ目、1つ目にマーカー、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、次も2つ。でこの部分になりました。次から1つに1つでまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。でここまで来たらこの端の細編み3つ、ここに2つずつ、この端の鎖に3つあるので2つずつ編んで、ここまで戻ってきます。ここぐらいまで2周目のスタートしたところまで来ました。最後はマーカーの手前に細編み2つ、こっちで見るとこの細編みに2つ。まず1つ目、同じところに2つ目で、マーカーのところはスキップ。1つ目の細編みに引き抜きます。で引き抜きます。この引き抜いた糸にもう一度マーカーをつけておきます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目はこの2つあるうちのどちらかを2つにします。こっちを1つにしてもこっちを2つにしてもどちらでも大丈夫です。
順番はどちらでも大丈夫です。この2つを3つにします。こっちも同じ。1と2で3つにしました。こっちも同じ。この順番は逆でも大丈夫です。1周編んで最後のこの2つ。これも1つと2つで3つにします。これが3周目。ここからスタートします。鎖1つ、根元に細編み、1つ目にマーカーで、私は次を2つにします。同じところ、これでこの範囲で細編みが1つ増えました。次もここを1つにして、次を2つ、1、2、またこの範囲で細編み1つ増えました。ここからは1つに1つずつまっすぐになるように編んでいきます。反対側の端まで来ました。ここではさっき1つに2つ編んだところ、この2つに3つ、まず1つ、次を2つ、これで3つ、1つ増えました。次もこの2つを3つにします。次も同じ。そうするとこの範囲で細編み3つ増えました。で、またまっすぐ編んでここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。今下に細編み2つ残っています。この2つに細編み3つ、この部分になります。このどちらかを2つにして細編みの数を増やします。こっちを2つで、ここはスキップ。1つ目の細編みに引き抜きます。これが3周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次は4周目を編んでいきます。で、今まで編んできて、こっちでは細編み3つずつ増えました。こっちではこの部分に2つ増えました。1周編んでこの部分で1つ増えました。この部分でプラス2ですし、この部分でプラス3、ここでプラス1。何周編んでも常にこの部分で細編み2つ増えます。こっちも何周編んでも3つ細編みが増えます。この部分では1つ、この部分、これを繰り返していきます。この3つにした部分は4つにします。1つプラスして1、2、3、4、ここも4つにします。1、2、3、4、1、2、3、4、4つ。そうすると2つ細編みが増えます。こっちも同じように3つを4つにして3つだけ細編みを増やします。同じように編んでいって6周まで編んでいきます。これから何周編んでいっても全く同じように数を増やしていくことができます。そうすると楕円形が出来上がります。このまま6周編んでいきます。6周編んできました。長さは28センチ。縦は5センチ。次は
側面を編んでいきます。6周編んできました。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。側面の1周目は長編み。長編みの代わりの鎖3つ、3。次に長編み。一つに一つの長編み。鎖の根元はここ。この次から長編み。次もこのまま長編みで1周します。ここまで編んでいきます。長編みで1周しました。最初の鎖の下から1、2、3引き抜きます。上が2本で下は1本。これで引き抜きます。これが側面の1周目。次は2周目。鎖2つ。1、2。次は下の鎖。この鎖に表から針を入れて、これで糸を引き上げます。これを長編みでします。絡めて表から針を入れます。糸を引き上げて、これで長編み2本2本長編みができました。針のすぐ下にマーカーをつけます。次も同じ。こう長編みに表から針を入れます。これで長編みをします。絡めて長編み、こんな感じの長編みになります。次も同じ。表から針を入れます。次もこれで4つ編んだら、次は裏から針を回して、この長編みのこんな感じで裏から長編みで糸を引き上げます。この3本で長編み、次も同じ。裏から次も裏からこれで裏からが4本、こっちは表からが4本。これを繰り返していきます。次また表から、これで表からが4本。次は裏。
これで裏からが4本。これを繰り返して1周します。2周目を編んできました。最後はこの裏から針を入れた長編み4つ。最初のこのマーカーのところ、長編みの上、ここに引き抜きます。これで模様がつながりました。鎖2つ。次は3周目。3周目はこっちと逆にします。裏から針を入れて編んでいきます。この長編みの後ろ、ここは鎖と長編みの間、ここに針を入れて長編み、この3本で長編みで、またこの糸、かぎ針のすぐ下、次も同じ。次もこの3段目は下と逆にします。次も逆、こっちからこんな模様になります。次も下と逆。次も裏から、ここは表から。これで1周します。3周目を編んできました。最初の長編みに引き抜きます。次は4周目、鎖2つで、下のこの長編みの後ろ、ここと同じように編んでいきます。裏、さっきも裏から、今も裏から編んでいきます。これで裏からが4つ。次は表から下と同じように編んでいきます。これで表からが4つ。次はまた裏から下と同じ。3周目は下と逆。4周目は下と同じ。これを繰り返していきます。これで1周編みます。4周目を編んできました。最初の長編みに引き抜きます。次は5周目。1、2、5周目は下と逆に編んでいきます。今度は表からでマーカ
次も表、次は裏から下と逆にします。これで一周します。さっきは下と同じ。5周目は下と逆。この下と同じと下と逆を繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。伸ばして測って、そこから26センチ。側面は23センチ。これは今の状態よりも使うときには伸びるので少し短めにします。次は細編みで一周します。今のこの長編みはどこの段階でも大丈夫です。糸の出ているところから細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、この長編みの上、これが1つ目。次もこのまま一つに一つの細編みをしていきます。で、一周します。細編みで一周しました。一つ目の細編みに引き抜いています。次はストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。まず底を見て、で整えて、脇にマーカーで、こっちも細編みの数を数えて同じ長さになるようにします。次にストラップを作る位置にマーカーをつけます。これは好みで大丈夫ですが、私の場合は中央が 12.5、脇は10センチ、こっちも10センチ。模様の数を見ていくと、1、2、3、4、5。こっちは1、2、3、4。だいたいこんな感じでマーカーをつけました。こっちとこっちは同じ数。脇につけたマーカーは必要なくなります。糸が出ているところからまた細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次も同じ。一つに一つの細編みでこのマーカーの手前まで編んでいきます。今編んでいるバッグを上から見てみると、これが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目。ここから1つ目まで編んできました。この1つ目のマーカーのところで鎖を編んでいきます。まずマーカーのところに細編み、ここから鎖を編んでいきます。まず1つ目。1つ目の鎖にマーカーをつけておきます。ここは後で小さくなって見えにくくなるので、マーカーをつけておくと便利です。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまま作りたい長さになるまで編んでいきます。鎖を70個編んできました。長さは44センチ。これは実際に肩にかけてみて、お好みの長さにします。
次はここにつなげます。ねじれていないか確かめて、最後の鎖にマーカーをつけます。でこの状態でこの2つ目のマーカー、細編みでつなぎます。でこの時にはこっちが鎖、こっちが糸、ここがマーカー、ここに手前から向こうに針を入れて細編み、これでつながりました。次から普通の細編み、一つに一つの細編み、これでこれが3つ目のマーカー。ここでまた鎖、こっちと同じ長さだけ鎖を編んで、ここまで編んで、最初の細編みに引き抜いて鎖1つ、また細編みをします。でここぐらいまで編んでいきます。2本目の鎖も編んできました。ここで引き抜いて1つ目のマーカーの手前、今足元を見るとここに普通の細編み1つ、次は鎖の出ている細編み、次は鎖、この鎖の出ている細編みの両端、ここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。まずここ糸を出します。次はこの一つ目の鎖、マーカーをつけています。この鎖の裏、糸を出して今3本、これを一度に引き抜いてカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つずつ、この糸が盛り上がっているところに一つずつ、このまま一つに一つずつ細編みをしていきます。で、ここまで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。ここではこのマーカーをつけた鎖、ここから糸を出します。次はここ、こことここから糸を出して一度に引き抜きます。まずこのマーカーのところ、最後の鎖のところ、糸を出して、次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つずつ普通の細編み、このまま反対側も同じ細編みを編んで、ここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。細編みをして、こっちもここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。で、スタートしたところまで戻っていきます。スタート地点まで戻ってきました。一つ目の細編みに引き抜きます。次も細編みをしていきます。鎖一つ、今度の細編みは下の細編みの入っているところ、ここに細編み、
これで少し大きな細編み1つ。次も細編みの入っているところ、このままマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところはスキップします。ここはスキップして、次、ここに大きな細編み。この鎖の入っているところ、ここに細編みをします。裏から見ると2本になっています。細編み。次も同じ。この細編みの入っているところ。次も。このまま反対側まで。またここはスキップ。スキップして、こことこことここと続けていきます。裏も同じ。ここをスキップ。こっちもスキップして、スタートしたところまで戻っていきます。スタート地点まで戻ってきました。一つ目の細編みに引き抜きます。ここで鎖一つ、糸を切ります。少し長めに残して、引き抜いて、引き締めて、これを裏に出して、ここからほどけないように糸端を隠します。行ったり来たりして方向を変えて縫っていきます。ここでまた最後はライターで先端を溶かして出来上がりです。これで出来上がりました。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。しっかりとしていて、とても便利なバッグになりました。とても厚手で使いやすい感じになっています。ストラップは細めなんですが、ここもしっかりとした感じになっています。そこは少し広め。サイズを測りました。上から下まで27、横幅32、ストラップは46、使った糸の重さは 310g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。